どうも皆さん、カイトです。魔女と魔法生命体で財宝探し、ドールエクスプローラーをご存知でしょうか？こちらは2023年8月11日に Steam でリリースされたゲームになります。早速全実績解除でオールクリアしたんですけど、ライトに遊べるデッキ構築型ローグライトでしたね。左右移動のマス目方式とシンプルながらも、ドールを誘導してのダンジョン探索、ティアンの魔法を使うタイミングや簡単そうで奥深いゲーム性がめっちゃ面白かったです。今回はドールエクスプローラーというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、デッキ構築型の単性ストラテジーローグライトです。地下迷宮というダンジョン探索を舞台に、主人公のティアが魔法生命体ドールと一緒にキャッキャしながら魔族の王女リリスの力を借り攻略していくストーリーです。プレイヤーはティアとドールと共にマス目方式のダンジョン探索で進んでいきます。カードを使用してドールの行動パターンを指示し、財宝やモンスター、トラップと対峙していきます。ドールはダンジョンに潜る前に戦闘スタイルを解放することで6種類のフォルムに変更が可能ですが、個人的にはエクスプローラーが安定して強かったですね。ステージはカードの種類が豊富で、移動、ジャンプ、ナイフ、キック、ムッチ、広域探索など多種にわたります。カードの消費コストを考慮してベストな戦略を展開することが重要です。またサポートとしては、ティアは魔法を使用することも可能で、ヒーリングでの体力回復やショックウェーブでの前方押し出しなど、これをうまく活用しながら戦闘をします。全部で12種類でそれぞれ強化も可能ですね。アイテムとしてはポーション、レーション、マナの飛躍とかあるんですけど、いざという時に使いましょう。ステージには様々なギミックが配置されており、敵を攻撃して前進した時などに不意にダメージを食らうことがあるので注意が必要。無駄にターン数かけると毒の瘴気が後ろから迫ってくるため、当たってしまうとダメージを負うんで、戦略的なプレーが求められますね。ステージをクリアまたはやられてしまったら、金貨や素材を持ち帰ることができ、これを使ってティアとドールを強化できます。拠点での買い戻しでは、拠点の強化に加えて魔導書によるコンボ発動を得得、研究室では魔法を得得に魔法強化、錬金室では金貨を消費しての素材の作成、これが選択カードで、これが道中でゲットした選択カード、これがカードセットパネル、これがコスト上限で、これがドールの体力、これがティアのマジックポイントで、これが魔法、これが敵のコストで、これが財宝やトラップですね。基本的にはドールとティアが協力してダンジョンを進み、エリアボスを撃破してチャプターを進める流れ。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、絶妙な難易度のデッキ構築。ジャンルのデッキ構築型には以前から苦手意識を抱いてたんですけど、このゲームは初心者でも心地よく楽しめるんじゃないかなと。ダンジョンは4つなんですけど、1つに対して4面あるのと、それぞれ選択式になっているのも特徴で、いかに財宝をゲットする厳しいルートで行くのかも選べて、単純に右に進みながら目指すゴールに到達するというのが基本。シンプルなアプローチにカードを適切に使って考える楽しみが詰まってます。そしてベストな選択をして進んでいくのがほんまにたまらん。ここは前進して蹴り飛ばしてから交代する、引き寄せてナイフで切って探索など、軽く頭を使った体操と考えてもらったら良いです。前作のドールエクスプローラープロローグではターン数の制限があって、感覚的にはこちらの方が難しかったですね。体力制になったんでゼロになった瞬間にゲームオーバーなんですけど、そのほとんどは自分のカードの選択ミスが原因。次のリトライ時にケアレスミスをしないようにバフをかけつつ慎重にカードを選ぶというチャレンジできるのも面白かった。2、手書きイラストが可愛いキャラクター。魔女のティアはもちろん、今作の主人公であるドール、魔族の女王リリスとメインキャラクターたちはどちゃくそ可愛いです。道中で買い物ができるアキナちゃんは中二病心くすぐるのも良くて、また中ボス的な存在として登場するスライムガールはちょくちょく姿を見せてはダメージを与えていくと、次第に正体が明らかになり、なんとも言えないセクシーさが最高です。ボスに関してはラミア3姉妹という独特な美女がぎょうさん出てくるんで、箱
横殴りにしてテンション上げましょう。さらに攻撃魔法やマナの飛躍を使うたびにカットインでティアが登場するんで、無駄に使用してイラストを楽しむことをお勧めします。全体的にストーリーベース時点の掛け合いやキャラクターたちの可愛らしさも含めて色々とドンピシャな絵柄でした。ほんまにブースとかでアクキーとかアクリルスタンド販売されないかな。3、クリア時間は11時間。ゆっくりストーリーを楽しみながら、実績全解除でのクリア時間は11時間ほどでした。ガンガン攻略していくのであれば、8時間あればクリアできるかなと。ですが、値段に合った満足度と感じられますので感無量。天井トラップのいやらしい配置と、槍骸骨のリーチの長さに何度も煮えよう飲まされましたが、全体的には頭を使いながらも時間をかければクリアできるんが、ライト層にもうってつけでした。公式の情報では、高難易度ステージのアップデーを予定しているということなんで、気長に待ちたいと思いますね。以上になります。デッキ構築型ローグライト、ドールエクスプローラー。ティアとドールでユリユリしながら、後ろから迫ってくる毒の正気にブチ切れる。直視バフをマックスにしてからの最強状態から、コンボアクションを忘れがちになりながら、区内の暗殺演出がかっこいい。この機会にぜひ手書きで可愛いドールエクスプローラーの世界を堪能しませんか？きっと卵が硬すぎてなかなか壊れねえ、後ろから毒の正気では前には敵が、とりあえずゴリ押していってやんよってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。